皆さんこんばんは、さちです。今回はこちらの3色とダイソーの春新作グリッターを使ってパープルグラデーションネイルをやっていきます。ダイソーのパープルの桜を使いたくて普段あまりやらないパープルデザインをやってみたらすごく綺麗なネイルができました。それではやっていきます。スタート。ベースコートを塗った状態から始めます。チフレ614番をすべての指に塗っていきます。透け感のあるいちごミルクカラー、ほんのりピンクでベースカラーとしてとても使いやすいです。この後に重ねるカラーが透け感のある8色なので、ベースに614番を塗っておくことで次に重ねるカラーの8色が良くなります。チフレのポリッシュはカラーバリが豊富で他にはないような絶妙なカラーが多いんですよね。この614番は何度もリピートしているカラーです。すべての指に塗れたら5分くらい乾かします。ネイルホリック PU117 番とトップコートのキャップを開けておきます。親指の爪先に PU117 番を少したっぷりめに塗ります。パープルって派手な印象で使うの苦手なんだけど、こちらは透け感があって柔らかい発色なので使いやすいです。カラーが乾く前にトップコートで輪郭を軽くぼかします。ぼかす時のトップコートの量はほんの少しで、ハケが爪に触れてるか触れてないかくらいで優しくぼかします。境目が軽くぼやければ OK。ハケはキッチンペーパーに拭き取ります。中指と薬指も同じように塗っていきます。パープルを塗るときは爪先側に少したっぷりめに塗ってカラーの境目部分は薄くなるように塗ると綺麗にぼかしやすいです。ぼかすのがうまくできないって方はパープルを薄く 2,3 回重ねる方法でも大丈夫です。できるだけ境目が目立たないように薄く塗ってカラーが乾いたらまた重ねてを 2,3 回繰り返すと似たような仕上がりになります。人差し指と小指にキャンメイク N82 番を重ねます。N82 番を2度塗りでもよかったんですが、一度塗りの淡い発色の方がデザインのバランスが良かったので、実目があまり透けないようにベースカラーを仕込んでから N82 番を重ねました。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。PU117 番のハケをしごいて余分な液を落としてから、もう少し濃くしたいところに薄く重ねます。そのままでも大丈夫であればこの作業は不要です。カラーを重ねたら1分くらい乾かします。もう一度キャンメイク N82 番を使います。N82 番のハケをしっかりしごいて余分な液を落としてからパープルの境目部分に薄く重ねていきます。薄く重ねることで境目が目立ちにくく綺麗になじみます。カラーがつかなくなったらまた少しだけ液を足して少しずつ重ねてください。もう少し濃くしたい部分があれば薄く重ねて調整します。こんな感じで綺麗なグラデーションになります。中指と薬指も同じように重ねていきます。パープルのぼかしが綺麗にできなくてもブルーを重ねることでごまかせます。カラーを重ねたら1分くらい乾かします。ダイソーの春新作グリッターを使います。桜が3種類とミモザが1つの4種類ありますが、今回使うのは桜2番です。ペーパーパレットもしくはアルミホイルを用意して、まずは一番上のパープルグリッターを使います。スパチュラを使ってパープルグリッターをパレットに少し出します。ちなみにスパチュラはセリア購入品です。トップコートのハケにグリッターを取っていくのですが、私の場合はいつもぼかしに使っているトップコートがドロッとしてきたらグリッター用にしてます。グリッター用とわかるようにキャップにシールをつけてます。
そしたらトップコートのハケにグリッターを少し取って根元から爪先に斜めにつけていきます。グリッターをハケにたくさんつけてしまうとダマになってしまうので、ハケに取る量は少しずつです。グリッターは密度が高くならないように散らすような感じでつけるのがおすすめです。こんな感じ。中指と薬指も同じようにグリッターをつけます。ハケをボトルに戻すときはキッチンペーパーに拭き取ってから戻してくださいね。次は右上の青いグリッターを使います。先ほどと同じようにスパチュラを使ってパレットに少し出します。トップコートのハケに取って人差し指と小指の爪先につけます。いつものように三角をイメージしながら重ねますよ。ここでは乾燥時間は取らなくて大丈夫です。次はパープルの桜の花びらを使います。こんな感じの淡いパープルの花びらです。親指のグリッターをつけた部分にトップコートを塗ってバランスを見ながら桜の花びらをつけていきます。先ほど塗ったグリッター状につけるといいですよ。こちらの花びらはこんな感じで少し厚みがあります。中指にも桜をつけます。仕上げにトップコートを塗ります。パーツをがっちり取れないように固定したい方はネイリストではなくセシェビートの方がおすすめです。セシェビートを使うときはカラーの上にそのまま重ねるとカラーが縮んでしまうので、サラサラ系のトップコートを塗ってしっかり乾かしてからセシェビートを重ねるようにしてください。2、3日でオフするよって方はネイリストで大丈夫ですよ。トップコートが塗れたら30分くらいしっかり乾かします。完成です。儚げで夜桜みたいな雰囲気に仕上がりました。派手見えしないほんのりパープルですごく好きな色味です。使用したものをまとめます。右手はこんな感じで塗ってみました。ぼかしに失敗しても後からごまかせるので利き手にも簡単にできちゃいます。ぜひ真似っこしてみてくださいね。ダイソーのグリッターもお早めにチェックしてみてください。次回の動画もお楽しみに。